Hi everyone, today I'm gonna explain how to begin streams and I will start talking in Japanese, so please put on subtitles. どうも皆さん、ゴッチです。今日はね、ゲーム配信をやってみようということで、どうやったらね、ゲーム配信とかゲーム実況ができるのかっていうところをね、ちょっと説明したいと思います。まずはじめに、ゲーム配信とかゲーム実況っていうのはね、すごくメリットがあると思います。なんでかっていうと、喋る練習になるんですよね。僕がね、最初にこのゲーム配信とかゲーム実況ってものをね、やってみようと思った理由がいくつかあるんですけども、その中の一つがね、僕ね、すごい滑舌が悪いんですよね。今でもね、作業がそんなにうまく言えないんですけど、ゲーム配信を始めた頃よりもはるかに日常生活においてね、作業がすごく言いやすくなったなって実感が自分の中でもあるので、喋るのが苦手な人ほどゲーム実況とかゲーム配信ってものをやってみてもいいと思います。ゲーム実況とかゲーム配信ってものは、たくさんの方に見てもらった方が楽しくはあるんだけど、見てもらわなくても得られるものっていうのがすごくあります。なので、喋るのが苦手だよとか、あと好きなゲームをね、自分だとね、アイズ・オブ・ヘブンってゲームがすごい好きなんですけど、好きなゲームの対戦相手さんがなかなか見つからないよって時とかね、ちょっとでもね、自分の好きなゲームを広めたいって時に、ゲーム実況とかゲーム配信って手段を使うのはすごくいいことだと思います。ゲーム実況っていうのは基本的にはノートパソコン一つあればなんとかできます。なんならスマートフォンさえあれば、最近はねミラティブというスマートフォンのゲームに特化した配信サイトっていうものもあるので、スマホ1本からでもゲーム実況とかゲーム配信っていうものはできます。スマホだけでもテレビゲームのね録画とか、あと配信っていうものをねすることもできます。それは簡単に言えば直撮りですね。スマホを固定した台に置いて、で直撮りをして、で声を入れたりとかすれば配信しながらとかでもテレビゲームはできます。なので工夫次第で本当にスマホ1本とテレビゲームさえあればゲーム実況というものはできます。ただ直撮りはちょっと危ないことが1個あって、個人情報がね結構漏れやすいというか、例えば画面に映してるものの中に自分の名前が書いてあるものがチラッと映っちゃったりとか、自分の家が特定されるような情報がチラッと映っちゃったりすると、やっぱりね、個人情報をね悪用されたりとかっていうこともね起こる可能性があるので、そこだけはねちょっと注意しなければいけません。ですが直撮りでねゲーム実況を始めてみるというのも自分は一つの手ですごくいい方法だなと思います。でここからがねどうやって自分がゲーム実況をやってるのかっていうね話になります。今日はねじゃあ自分がよく遊んでいるアイズ・オブ・ヘブンというゲームの配信方法を教えたいと思います。で実はですねプレステ4のゲームっていうものは、本体にねゲーム配信機能がついてまして、プレステ5もそうかな。プレステ4とテレビさえあれば誰でも実はゲーム配信ができます。なのでキャプチャーボードっていうゲームをねパソコンの画面に映す機械ってものがなくてもゲーム実況は全然できます。その際に必要になるのはマイクだけですね、他には。なのでテレビ、プレステ4をあとマイクさえあればゲーム実況とかゲーム配信っていうのはできます。で YouTube に上げることもできるので、おまけにねプレステ4って編集ソフトが中に入ってるんですよ、無料の。基本的なゲーム実況に必要なシステムっていうのは全部入ってます。なのでプレステ4とかあとプレステ5も多分あると思うんですけど、自分ねプレステ5ちょっと持ってないんですけど、プレステ4かプレステ51本さえあればゲーム実況っていうのは誰でもできます。で自分がどうやってるかっていうと、ここから自分の話なんですけど、デスクトップパソコンっていうのをまず使っています。他には自分は GC550 プラスっていうキャプチャーボードをゲーム画面を映すのに使っています。あとはモニターですね。自分モニター実は2つも使ってるんですけど、1つはパソコンを映す用で、もう1つはゲームのね画面だけを映してで遊びやすくする用のね画面を2つ持ってるんですけど、こちらはね結構適当なものを使っています。 HDMI 端子がね入ればモニターっていうのは別に何を使っても大丈夫です。ただ1920×1080 以上の画質をね出せるモニターっていうものがね望ましいですが、そのモニターが2つあればパソコンを映しながらもう片方でゲームをね見ながらねちゃんと遊べるという風にできたりします。でもちろんですが、あと任天堂スイッチとかあとプレステ4とかねゲームができるものですね。でどうやってね改めて今言った機械でどうやってねゲーム配信をするのかっていうと、パソコンとあとキャプチャーボードというものをまずつなげます。でその後にゲーム機とキャプチャーボードをつなぎます。するとそのキャプチャーボードっていうものが仲介になってくれて、ゲームの画面をモニターに映すことができます。なのでこのキャプチャーボードというものをね買わないとゲーム機の画面っていうものはパソコン、つまりモニターですね、モニターに映すことができないので、これだけはちょっと必要になっちゃいます。で任天堂スイッチのねゲームをやる場合っていうのはどうしてもね直撮りか、それかこのキャプチャーボードを使った手段しかないです。プレステ4はね先ほども言ったんですけど、本体にねゲーム配信とかゲーム実況とかあと編集機能っていうのがついてるんですけど、スイッチ本体の機能はね30秒しか録画ができないので、キャプチャーボードというものが必要になります。
これでね、録画機材というか録画する手順は整ったんですけど、じゃあどうやって録画するのかっていうと、自分はこの OBS スタジオというものを使っています。OBS スタジオっていうのはね、こういう感じのもので、この OBS スタジオについての説明はネットに結構ね、上がってるので、ここではね、説明を省くんですが、基本的に配信するときはこれさえ入れておけば配信ができます。スイッチとかね、あとプレステ4とかプレステ5のゲームを、本体の機能を使わずにね、配信とか録画したいってなったら、先述したキャプチャーボードっていうものとゲームとつなげて、で、あとはウィンドウをね、つければ大丈夫です。今ね、キャプチャーボードとゲーム機本体をつなげてて、で、あとはこんな感じで、ちょっと試しにNintendo Switch つけてみるんですけど、こんな感じでね、ついたりします。で、あとゲーム普通に遊ぶだけですね。パソコンのゲームやる際はね、このキャプチャーボードっていうものはいらなくて、パソコン1台あれば、それに OBS スタジオっていうね、無料のソフトをダウンロードして、で、それだけで遊べます。なので、配信する際は OBS スタジオというものを入れて、それについてのね、使い方っていうのを調べれば OK です。で、編集がしたくなったら、自分は DaVinci Resolve というソフトを使ってます。こちらのね、使い方っていうのも、要望があればね、なんかあげたいと思うんだけど、自分もね、他の方の動画を見てね、勉強したので、こちらはね、自分で調べた方が早いかなと思います。ちなみに、すいません、これ最初に言うの忘れてたんですけど、DaVinci Resolve も OBS も無料です。すごくいいソフトです。あと、マイクですね。マイクとイヤホンは適当なものでいいかなと思います。自分が普段使ってるものだったりとかね。なんなら、1080円ぐらいのそのマイクとヘッドホン付きのやつを買うだけでも全然いいかなと思います。で、ちなみにね、このマオノっていう7000円のね、マイク使ってて、で、ヘッドホンはね、これ3000円だったかな。ロジクールっていうね、ところのヘッドホンを使ってます。これで全然問題ないので、もっと安くて、1080円でマイクとヘッドホンがね、一体になってるものを買って、それで始めるっていうのもすごくいいかなと思います。もうちょっとね、なんか音質とかこだわりたいなってなったらね、ステップアップするっていうのがいいと思います。何はともあれ、始めてみるっていうのがね、自分はすごくいいかなと思います。皆さんよければね、チャンネル登録、高評価お願いします。はい、ということで終わります。皆さん、アリーベデリッチ。バイバイ。